ジはずんだもんなのだ。今回は電脳勇者の紹介をするのだ。勇者カードの追加によって今までの電脳とは違う動きが可能になったのだ。電脳の基本的な動きは他の動画を上げているので、そちらを参考にしてほしいのだ。勇者を入れてできることはまず誘発ケアなのだ。他のデッキが勇者を採用する理由同様で、特にニビルをケアできるのが強いのだ。電脳界でニビルをケアするには抹殺を素引きしてない限りクリスタルウィングまで出す必要があったので、これが勇者ギミックで済ませされるのはかなりありがたいことなのだ。勇者を入れてできること2つ目はレベル10シンクロができることなのだ。勇者トークンはレベル4、グリフォンライダーはレベル7なので、レベル3やレベル6の電脳チューナーと合わせてバロネスや照英が出せるのだ。特にグリフォンライダーの効果を使った後、場に残った勇者トークンをシンクロでさらなる妨害に変換できるのだ。またグリフォンライダーを使ってバロネスを出せば、バロネスはグリフォン同様の無効効果を使える上、スタンバイフェーズの蘇生効果によって墓地のグリフォンライダーを蘇生することができ、バロネス効果を使い切った後も妨害を残し続けることができるのだ。電脳勇者ができること3つ目はベアトリーチェから勇者ギミックへのアクセスなのだ。レベル6を2体使うことでベアトリーチェを出すことができ、効果で水使いを墓地に送って勇者の展開に入れるのだ。ベアトの効果は相手ターンにも使えるので、電脳魔法トラップを墓地に送り次のターンに備えるのだ。ちなみに白雪を墓地に送って自己蘇生させたり、デスサイズを墓地に送ってバロネスで蘇生したりする妨害の方法もあるのだけれど、 VFD を使える今の電脳では不要なのでここでは触れないのだ。電脳勇者ができること4つ目は運命の旅路の手札コストとして手札に来てしまった電脳魔法トラップを墓地に送れることなのだ。自己原因になる電脳魔法トラップを墓地に送ることによって展開がしやすくなることがあるのだ。以上が電脳勇者ができることの紹介なのだ。それでは電脳勇者の展開例を見てみるのだ。先方での展開例を紹介していくのだ。まずは緊急テレポートから。うららがあればここで踏みたいところなのだ。ニャンニャンを出してその後チューロンなのだ。以前の電脳界ではジオルキンの効果を使うために魔法トラップを取っておくこともあったけど、今回はジオルキンを使わないので惜しみなくチューロンは使うのだ。さて電脳界の展開を進めていくのだ。チャージウォーリアーの効果でシェンウーを手札に引いてしまったのだ。だけどこれは問題ないのだ。レベル6が2体揃ったのでここでエクシーズ召喚するのだ。永遠の淑女ベアトリーチェなのだ。効果を使うことでデッキから水使いを墓地に落とし勇者ギミックを動かすのだ。パラメシアの火をサーチしてそのまま発動。勇者トークンを生成しつつ運命の旅路を場に置くのだ。運命の旅路の効果を発動してグリフォンライダーをサーチし、さっき引いてしまったシェンウーを墓地に落とすのだ。グリフォンを特殊召喚して、これでもうニビルは怖くないのだ。ここでドラコバックもサーチできるのだ。神論の効果を発動してラオラをサーチ。ここでドラコバックを墓地に送ることで実質的に手札コストが踏み倒せるのだ。さてここからは VFD を目指した展開をしていくのだ。ただその前に展開力に余裕がありそうなのでグリフォンライダーをバロネスに変換しておくのだ。ラオラオの効果を発動してチュチュエを墓地に送りつつ墓地からリーリーを蘇生するのだ。レベル6とレベル3でシェンシェンをシンクロ召喚。さらに墓地の父エ効果でリーリーのレベルを9に変更するのだ。これでレベル9が2体揃ったので VFD をエク
換するのだ。エンドフェーズに武器回収もするのだ。これが最大展開なのだ。最後に伝えたいことがあるのだ。それは電脳界の弱みについてなのだ。電脳界は先行での圧倒的な制圧力と後方でめくる力を兼ね備えており、文句なしのティア1デッキなのだ。ただしその弱点として事故率の高さが避けられない課題なのだ。電脳界デッキは電脳カードが2枚揃うことで動けるわけだけど、勇者を入れることでデッキ内の電脳界カードの枚数が増えるというわけではないので、事故率は高いままなのだ。むしろ勇者カードを入れることで汎用札や電脳カードを減らすので事故率は上がっているとも言えるのだ。手札誘発も減るので後攻で勝ちにくくもなるのだ。勇者を入れることで最大展開は強くなるけど、事故率を踏まえた勝率で見ると勇者を入れるべきか否かは微妙なところなのだ。電脳界プレイヤーのみんなにはメリットデメリットを踏まえて工夫してデッキを組んでほしいのだ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いするのだ。